皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日はじゃん、私のコスメポーチの中身を紹介していきたいと思います。たくさん前からねリクエストいただいてたんですけど、この中に私のスタメンとか最近のお気に入りが入っているので、詳しく紹介していきたいと思います。私はいつもメイクを自然光の下でするので、リビングの太陽が一番当たるところにこのポーチとミラーを持ってってメイクをするっていうのがルーティンです。なのでドレッサーを見せてくださいっていう質問もたくさんいただいてたんですけど、ドレッサーっていうのはないです。で他にもたくさんコスメがあるので、それはねちょっとここに収まりきらないので、コスメ専用の棚っていうのがあって、普段あんまり使わないコスメだったりとか大きいパレットとか、あとリップの数がたくさん多いので、リップはリップっていう感じでカテゴリーごとに並べてるっていう棚があります。これもね結構わかるかな、はい、重た重たいな。はい、こんな感じで大容量なので、この中にはたくさん詰まっております。2つに何で分けてるかとかは後で詳しく話していきたいと思います。でまずこれ2つポーチがあるんですけど、こっちのポーチはシェリゼっていうセイカさんのコスメブランドのポーチです。でこれはセイカさんにいただいたんですけど、見た目こんな感じでちょっと薄くてあんまり入らへんのかなと思うかもしれないんですけど、結構中身入るので、フルメイク分入れられますので、例えば撮影で自前のメイクだったりとかしてメイク直しするかなって時とかは、こっちの黒い大きいポーチに入っている使うアイテムとかをこっちに入れて持ってったりとかしてます。でこっちもうちょっと重たいなほんまに。はい、こんな感じ。もうおじさんみたいな声でちゃった。はい、これは、無印の一番大きい、メイクポーチを使ってます。ほんまにメイクさんみたいじゃないこれ。オープンパカッ。まず出しますね。これはメイクブラシを入れています。でこの透明なやつも無印なんですけど、メイクの筆立てたりとかもいいと思うんですけど、私はこういう風に持ち歩く場合があるので、そういう時にこの中に筆を入れたくないので、筆は筆でこういうメイクブラシ用のクリアなやつに入れてます。ちょっと一個一個分かりやすく出していくので紹介していきますね。でこっち側にもチャックがついてて、リップ入れたりとか、ここにもなんか入れられるので、例えばこういうのとか、まだなんか入れたいものとかがあれば入れたりとかできちゃいます。私はねこう上げてこういうこういう角度になっちゃってること多いので、こっちに入れて落ちたら嫌なのでここには入れてないんですけどね。出していきますね、順番に。てかさ、今日なんかすっごい風が強くて、ここ隣がキッチンで換気扇のところからさ、すっごい風の音がもうゴー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 言ってるんやけど、どういうこと？明日から梅雨入りしそうとかなんか言ってたね。雨降るのやな。でこのポーチの中に入ってるポケット以外の部分は今全部ここに出しました。でちょっとねテーブルが白いからちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、こんな感じのクリアケース、ちょっと無印でちょっとシールとか剥がしてないタイプやったんで名前いきますね。メイクボックス2分の1横ハーフっていうやつを、これ190円税込み2つとりあえず入れてます。とこういうマスカラとか、こういうブラシとかアイライナーとか、ちょっと縦長いものを入れてるのがブラシペンシルスタンド。これは120円です。こんな感じで入れてます。あんまり使わへん筆とかはここにちょっと立てて入れたりしてますね。でこれが間で2分割になっていて、綿棒ケース蓋付きってやつで、これ蓋があったんですけど蓋は外してしまいました。蓋付きのやつです、もともとは。でこれがこんな感じで、本当はねこれこういう感じで上に重ねられるんですよ。だけど私はもうちょっと出てしまってるんで、ここからだからちょっと蓋にはならないんですけど、重ねてるやつにはこうちょっと細かい単色のアイシャドウとかを入れています。ナーズのこういうパレットとかはこういうのに入れちゃうとかさばるので、こういうクリアケースを入れた間の隙間のところに入れてます。でなんとなく分類分けしてて、私の中でも。なのでファンデーション系というか、下地系はこっちのクリアケース、アイシャドウチークとかはこっちのケースって分けてるので、中入ってるものをちょっとパパパッと紹介していきましょうかね。下地はですね、こういう RMK のコントロールのピンクの下地とか、ピンクでいうとこのランコムもそうですね。これはねポーランド状なんですけど、前から使っているやつとはちょっと違うまた種類で、
こっちの方がちょっとテクスチャーは、さらっとしてて、色がね白いので私には、なので部分的に使ったりとかしてます。あとはエスティローダーですね。これはあと2回分ぐらいしかないんですけど、お気に入りですごく使ってます。一番トーンが上がるのはこのパミュかな。これは結構一番トーンが上がります。あとはなくなりかけのラロッシュポで、この MIMC もあるんですけど、これはグリーンのやつでこんな感じなんですよ。なのでコントロールカラーって感じで、赤みとかが気になる時に、部分下地ですねっていう感じです。でファンデーションで言うと、私はリキッドのタイプはあまりめったに使わないです。部分的に使ったりとか、そのメイクの仕上がりによるんですけど、毎日メイクとしてはクッションファンデが多いです。クッションファンデもいろいろ持ってるんですけど、最近新しく追加されたのは石鹸で落ちるこの MIMC ですね。一番使ってるのはもう皆さんご存知の通り、このNARSですね。これはもう2個目でストックもあります。やっぱ使いやすい一番で、あとはディオール、もう持ってるだけでかっこいいっていうやつですね。でこれはイヴ・サンローランのキラキラの星がかわいいやつですね。ファンデーションの紹介はこんな感じかな。自分の肌の調子とかその日の気分とかでこの辺を使い分けています。これはアイシャドウとかチークが入っています。別で入ってるんですけど、これはNARSのパウダーですね。お決まりです。で、NARSのチーク、こんなちょっとねラメが入っているやつです。でちょっとピンクベージュみたいな感じですね。でこれは全で色はすっごい可愛いんですけど、これちょっとシェーディングっぽく使う方もいるんじゃないかなっていう色味です。でも私の肌にのせるとこうヘルシーなブラウンっていう感じで、オレンジっぽく発色するのでよく使います。でこれはMIMC のアイシャドウ、赤っぽい色とオレンジ色が入ってます。でルナソル、私最近結構ルナソルにハマってて、すごい多いですねルナソルのアイテム。このオレンジばっか使ってます。これは MIMC のチークですね。これは03のデザイアーって色なんですけど、ちょっと柔らかくて粉々にちょっとなりかけなんですよね。はい、こんな色、ピンクブラウンって感じ。これはルナソルの、チークバージョンです。これはこのオレンジとかをハイライトのところとかにのせると、太陽に当たった時とかにキラッてするのと、あと私の持っているブラウン系のチークにすごく相性がいいので可愛いです。これはシャネルのこのベージュ系とかすごくお気に入りです。であとはベアのこのチーク、そうなんて言うんやろう、こだわりがあるのですごく違いがあるように感じるんですけど、一見はそんなに差がなく感じてしまうかもしれないんですけれども、こっちがこうちょっとバウンズのこのクリームっぽいタイプのチークで、これはパウダーです。こんな感じ。これはあとマックのウォームソールですね。であとはこれディオールのパレット、シェーディング用なんですけど、またちょっと別の動画で紹介するんですけど、とあるメイクを今やろうとしていて、それの時にこれがぴったりなのでこのクリアの中に入れました。でこれはNARSのやつですね。これ限定やったかな、確かもうないかもしれないんですけど、これも超優秀で、こんな感じでめっちゃちっちゃいんですけど、ポーチの中とかさ、こういう中に入れて持っていくのにいいのですごく使えます。でこれは3のチークで、オレンジが強いピンク混じりもある感じのチークです。であとはこのトム・フォードのアイシャドウ、見た目からしてちょっと高級感あるじゃないですか。だからちょっと箱に入れたままなんですけど、一時期すごく使っていて、で最近またこのツヤ感っていうかな、なんて言ったらいいんやろ、キラキラっとしたタイプのアイシャドウをよく使うことが増えてきたので、スタメンボックスの中に入れました。っていう感じでアイシャドウとかチークとかは以上です。ちょっと長くなってしまったんですけど、使い分けに関してはすごく説明が難しくて、どういう風にこのアイテムたちを使い分けてるんですかって言ったら、感覚と気分なので伝えづらい部分はあるんですけど、ここに入ってるやつはもうほとんどよく使うアイテムですので、日々ねちょっとした変化を出してあげたりとか、そういう風に使ったりしてますね。単色のアイシャドウはここに入れてるんですけど、私一番おすすめしたいのは資生堂のオーラデュープリズム04、キラキラ、むちゃくちゃ可愛くて、私はこの涙袋にぴったりなので、もうすごくスタメンです。
涙袋使いで言うとこのボビーブラウンのこれちょっとピンクっぽいやつで今日それ使ってるんですけど、こんな感じの色です。でマックの新作のやつですね、これは。はい、こんな感じで。で、もうこれもめちゃくちゃ出番が多いこのルナソルの、クリームタイプのやつなんですけど、このカッパーラストっていうこのブラウンのやつめっちゃよく使ってるのに全然減らないし、すごくいい。でこっちが02番でこうピンクっぽい方ですね。でこれセルボーグのこの単色のやつ、私結構持ってるんですけど、よく使うのはこの色です。で次はこれを紹介します。これは、ハイライトとかでこっちに入らなかったものを入れてるって感じです。これはシャネルのやつですね。こんな感じなんですけど、なんか他には出せない質感があるので、私はナーズと使い分けています。であとはこれイプサのスティックなんですけど、美容液のスティックで、これは店員さん時代にすごく流行って、やっぱ乾燥するので、そういう時にこうメイクの上から直接塗れるってのいいので、鼻周りとかが乾燥してしまったりとか、こことかも乾燥してしまってるなっていう時に、使います。あとはこの保湿リップ RM 系のやつなんですけど、すごくいいって言ってるやつねとか、ペンシルとかボビーブラウンもどうやって使い分けてるかっていうと、たっぷり保湿したいなっていう時とか寝る前は RM、 ボビーブラウンの方は他のリップを塗る時の下地としてもすごく使えるので、そういう感じで分けてます。まずマスカラで大切なのは下地やと思ってます。で私はこのエレガンスとキャンメイク、この2つがベストです。まずはまつげをキープさせたかったりとか、自まつげを綺麗に見せたい方は下地をね使うのがいいかもしれないです。あとはよく乾かすことで、マスカラは本当に眉毛の付け根大事なんじゃないかっていうぐらい目元で一番大切なので、まだ研究中って感じです。ロングなものだったら重ね塗りするとボリュームが出るので、基本ロングタイプが好きです。で今この中でボリュームもロングも出るっていうのがこの3つで、ディオール、ジバンシー、ナーズっていう感じです。でそれぞれコームの感じが違うので、それは好みです。で基本私はお洋服が好きですので、できるだけウォータープルーフじゃないものを使います。あとはすっごい細いので言うと、このイニスフリーがおすすめ。極細でしょっていうぐらいめちゃくちゃ細いので、小回りが効くので下まつげだったりとか塗りやすいです。であとはマックも細めで塗りやすいです。でもこれはねもうあと数回しか使えないぐらいカスカスなので、またちょっと買い替えないとですね。クリニックもめちゃくちゃ使いやすくて、今日クリニックなんですけど、お洋服でスッと落ちるし、束感とか、あとこれも細身じゃないですか、塗りやすいので好きです。出番多いなこのやつは。でこのベネフィット、これめちゃくちゃお気に入りですごく使いやすくて、なんて言ったんや、この分かるかな、トゲトゲの感じが塗りやすいし、液体の感じが好きなんですけど、これはちょっと海外のアイテムで日本で買えないはずなので、最近はちょっと減らないようにあんまり使ってないですね。代用を日本で見つけていってるって感じです。カラーマスカラは私はブラウンとかピンクブラウンが好きなので、カラーマスカラでいうとこのトーンのやつ、一見ちょっと濃いめのブラウンなんですけど、光に当たると、綺麗な瞳にしてくれるので、カラーだとこの辺がおすすめです。私アイライナーは基本ブラウンとかカーキとかナチュラルなものが多いですけど、何個かいろいろ持ってて、この他にもあるんですけど、一応使うものとしてはここに入れてますね。で、毎日使うのはこの MAC のスタボーンブラウンのペンシル、もう短くなってきてるんですけど、これは優秀なのでインラインに使ってます。であと目尻で言うと、この渦のカーキとかエクセルのこのブラウンが毎日で言うと出番が多いので、ちょっと別で分けてるんですけど、他で言うとこんだけいろいろ持ってます。ディオールだったりとかナーズだったりとかジバンシーとか黒とかペンシルとかブラウンとかっていう感じで。クリアケースのね中に入れてるやつは紹介したんですけど、この隙間に入れてる部分で言うと、このナーズのハイライトとか、これはもう毎日使ってます。もう一番スタメンですね。このもう底が見えてきてしまってるんですけど、これとかもうすごく使えるので今日も使ってます。でこの同じ時に出たこのアイシャドウのやつなんですけど、こんだけ
カラーがあるので、その日の気分によって使い分けたりとかします。ちなみに今日はこれを使ってますとか、あとはジバンシーこれ一応限定なんですけど、ジバンシーのハイライトとかマックのハイライトとか、あとはこれルナソルのやつですね。こんな感じですごく使えるカラーしか入ってないので、なんかこうあんまり普段アイメイクとか買えないですとか定番カラーが欲しいですっていう人は1個あるとすごい使えるんじゃないかなって思うアイシャドウです。あとはこれは最近新作でいただいたベアミネラルのやつなんですけど、これも色めっちゃ可愛くて、ベアはビーガンコスメなので環境にも優しいので、そういうところも好きですね。こんなカラーです。これとかちょっと遊んだりとか、この辺とかね遊ぶ感じで使いたいなって思ってます。このポーチの中に何が入っているかっていうと、眉毛系とビューラーとかが入っています。眉パウダーは風味とマキアージュ、ペンシルはもうこれですね、エクセルのやつ。あとコンシーラー、ナーズのコンシーラーとか、ちょっとなんかこまごまっとしたものとか、あとはこれ眉毛のマスカラ、ボビーブラウンとマックです。私はボビーが多いかな今は。今日もボビーブラウンなんですけど使ってます。マスカラしたりとか、こういうよく使うアイライナーとかはもうこっちの方に今は入れて、このポーチだけ出せばいいっていう形の使い方が多いかな。こんな感じで中身はめっちゃ入ります。でここにポケットがあるので、私はポケットの中にはまだ使ってないブラシとか、これはねクリームタイプのアイシャドウですねとか入れてます。あとはもういろんなリップが入ってますね。リップは数が多いので、基本この中にはあんまり入ってなくて、バッグの中に基本私が今気に入ってるやつが入ってるので、それをバッグからバッグへ移すっていうことが多いので、ポーチの中には入れてないですね。はい、ということで私のコスメポーチの中はこんな感じでした。でめちゃくちゃ大きいので、ちょっと早くねできるだけ紹介したんですけど、ちょっと長くなってしまいました。ごめんなさい。このコスメを使ったメイクに関しては、毎日メイクだったりとか、ちょっと他にしようと思ってるメイクとか、またね別の動画でメイクのハウトゥーは紹介したいなと思うので、今日は何を使ってるかとか、こういうもの最近使ってるんだとか、あとはこの小分けのやり方、この透明なやつを使ってやるのはすごく私的に便利だなと思うので、よかったら参考にしてみてください。別にポーチの中に入れなくても本当に棚とか置くのとかにもね使いやすいと思うので、あとはこの私はすごく、仕事的にもメイクをすることが多いし、メイク道具がやっぱ増えることが多いので、こんな感じで大きい本当にメイクさんみたいなメイクポーチを使ってるんですけど、スキンケアもメイクもひとまとめでしたいですって方とかも、この半分はスキンケア半分はメイク道具っていう形にすると、1回開けただけでこう一気にスキンケアからメイクからできるので、そういう風に使ってもいいんじゃないかなって思います。でこのポーチいくらか忘れたんですけど、1000何ぼか、高くて2000円ぐらいかも、そんなに本当に高くなかったので、なんかこういろいろ入るしって考えるとすごくお手頃なんじゃないかなと思うので、よかったらぜひ見てみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。